なあきなこ、朝パソコン開いたら使ってたエディタの名前が勝手に変わってたらどう思う？そんなことある？って思うよね。でも2026年6月2日 AI コーディングエディタのウィンドサーフでそれが本当に起きたの。勝手に僕の設定とか拡張機能は消えてないの？そこは大丈夫。公式は何も削除されないってはっきり書いてる。設定もプランもそのまま引き継がれたの。なんだ、じゃあ看板が変わっただけでしょ。中身は前のままだよ、絶対。その看板が変わっただけが引っかかるの。編集の使い心地はそのままでも心臓部に当たるところは別物に入れ替わる予定だったんだよ。入れ替わる？それ削除されるのと何が違うの？今日はそこを最後まで見せるね。この名前にたどり着くまでに何があったのか、そして何も削除されないの本当の意味。なんかただの解明の話じゃなさそうだね。このエディタを作った会社、実は数日で経営陣ごと消えてるの。そこから話が始まるんだよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。でもさ、名前を変えるだけならわざわざ自動で配るものをお知らせだけでよくない？そこが面白いところ。今回はいつものアップデートと同じ形で自動で配信されたの。ユーザーは何もしてないのに切り替わった。それ一番びっくりするやつだね。で、実際何が残って何が変わったの？残ったものから言うね。エディタそのもの、拡張機能、キーバインド、それから言語サーバーの設定、全部そのまま。キーバインドが残るのは地味に大事だよ。回し車の回転が急に逆になったら僕でも転ぶもん。そこ大事だよね。そもそもこの手のエディタは VS コードの拡張機能や設定をそのまま扱える土台の上に立ってるの。なるほど、土台が同じだから引き継げるんだ。ほんでお金の方はどうなったん？プランも価格もそのまま据え置きで移ったの。で、ここからが本題。会社がこの製品をどう説明したかが独特なんだよ。独特って？高性能な AI エディタですみたいな話じゃないの？違うの。エージェントマネージャーを内蔵したフル IDE、 その逆ではないって言い方をしてる。その逆ではないってわざわざ否定するの？なんかムキになってない？多分線を引きたかったんだと思う。 AI が主役でエディタがおまけじゃなくて、あくまでエディタが主役、その中に AI の管理画面が入ってるって順番。ああ、なるほど。車で言うと自動運転の車じゃなくて自動運転がついてる普通の車ですよって言いたいのか。その例え近いと思う。ハンドルは自分で握れるって安心感を売ってるの。しかも公式はこれはウィンドサーフの次世代だとも書いてる。終わりじゃなくて続きっていう見せ方。ずいぶん丁寧だね。設定も残す、値段も据え置き、言い方も気を使ってる。そう、丁寧すぎるくらい。ここまでの3つ思い出してみて。設定が残る、値段が変わらない、言い方に気を使う。あ、これ全部逃げられたら困る人向けの対応だ。使ってる人が離れそうな場面ってことか。そこに気づけたら10分。この丁寧さは買われた製品がまだ生きてる証拠でもあるの。買われたって今さらっと言ったよね。そもそもウィンドサーフを作った会社はどこ行ったの？そこなんだよ。この会社、ほんの数日の間に全く違う3つの結末を突きつけられてるの。3つ？数日で会社の結末が3回も変わるって何なの？しかも一番大きい話は数千億円規模で流れてる。今日一番驚くのは多分ここ。でも会社が変われるなら普通は丸ごと1社が変われるんじゃないの？そう思うよね。私も最初はそのつもりで調べたの。でも実際に起きたのは会社を切り分けて別々の相手に渡す形だった。切り分ける？会社ってそんな切り身みたいに分けられるものなの？順番に見ていくね。まず2025年7月、Google のディープマインドがウィンドサーフの最高経営責任者と共同創業者、それに研究のリーダーを引き抜いたの。
社長ごと引き抜き？それ何歩くらいの話な？報じられている規模でおよそ24億ドル、技術のライセンスと人の雇用をセットにした取引なの。24億ドルって日本円ですって1000億やん。会社買わずに人だけ持っていくってそんな終わりなんか？ありなの。しかもこの数日前まで別の相手が会社ごと買う話を進めてたんだよ。別の相手？それ誰？オープン AI 買収の申し出をしていたけど、その提案は期限切れで流れたの。金額はおよそ30億ドルと報じられてる。30億ドルの話が消えて、社長は数日で別の会社へ。残された人たちはどうなったの？そこで出てくるのがコグニション、自立型のコーディングエージェントレビンを作ってる会社なの。2025年7月14日、コグニションが残ったウィンドサーフを買う契約を発表したの。知的財産、製品、商標、ブランド、事業、それに人も一緒なんだ。何人くらい残ってたの？およそ210人、全体で250人くらいいたうち40人ほどが Google へ移った差し引きなの。上の40人だけ持っていかれて残り210人はそのまま別の会社のもとや。えらい世界やな。事業としては動いてたの。年間の売上規模でおよそ8200万ドル、顧客も350社を超えてた。ちゃんと売れてる会社じゃん。それいくらで買われたの？ここ大事なところ、広く報じられた数字はおよそ2億5000万ドル。でもこれ正式に開示された条件じゃなくて報道による推計なの。推計ねえ、ネットだとその数字だけが一人歩きしてそう。そう、こういう数字を話すときは公式が言ったのか記者が見積もったのか、ここを分けて覚えておくと強いよ。覚えとく。でもさ、買った方は何が欲しかったんだろう？エディター？それとも人を？多分両方。自分たちの自立エージェントを人が実際に触るエディタに載せたかったの。それと売る体制ごとしに入った。買われた側のユーザーからするとその間って不安だったろうな。実はその少し前、アンスロピックがウィンドサーフ向けのクロードの提供を止めてたの。買収の直後にそれが元に戻された。止められてまた戻る？道具として使う側からしたらめっちゃ振り回されるやん。振り回されるの。エディタの中で動くモデルはその会社同士の関係一つで変わるから。社長が抜けて会社は売られて、使えてたモデルまで止められて、よく製品が生き残ったね。買われた製品はそこからさらに名前を変えることになるの。ただね、この会社の解明の歴史はネットではかなりの確率で間違って語られてるの。モッチーも多分引っかかると思う。あ、それ知ってる。確かに2024年の4月にコーデウムからウィンドサーフに名前を変えたんだよね。そこみんなが間違えるところ、会社の名前がコーデウムからウィンドサーフに変わったのは2025年の4月4日なの。1年ずれてた。なんで僕2024年だと思ってたんだろう。無理もないの。2024年11月にウィンドサーフっていう名前のエディタ自体は先に出てるから。ああ、製品が先に出とって後から会社の名前を合わせたんだ。そういう順番だから、2025年4月の出来事は新しいエディタが誕生した日じゃなくて会社の看板を揃えた日なの。その2つごっちゃになると1年ずれるのか、ややこしいな。この会社の名前と製品の名前がずれる現象、実は今回の解明も全く同じ形をしてるの。同じ形？ただ名前がずれてるだけじゃないの？開発ツールの世界でプラグインから独立エディタ、そしてエージェントへと主役が移るたびに社名が製品名を追いかけてきたの。エディタの名前じゃなくてエージェントの名前が残ったってことか。そう。しかもこの4つの出来事、間隔がどんどん短くなってるの。2024年11月にエディタ登場、2025年4月4日に会社名がウィンドサーフへ、2025年7月14日に買収、2026年6月2日にレビンデスクトップなの。こうやって並ぶと分かりやすい。これ保存しておきたいやつだ。並べておくと間違った説明を見た時にすぐ気づけるようになるよ。他にも間違いやすいところある？
創業の経緯を語る説明、元は別の名前の会社だったという話が出回ってるけど、今回の調査では裏が取れなかったの。裏が取れないなら言わない方がいいってことを。この動画でも使わないでおくね。分かってないことは分かってないままにしておくのが安全なの。潔いね。まあ名前の歴史はこれで分かった。中身は前のままなんでしょう。その中身は前のままが一番怪しいところ。またさっきから僕の思い込み全部崩されてない？ごめんね。でもそこが今日一番伝えたいところなの。分かった。聞くよ。何が前のままじゃないの？何も削除されないって公式が言った。まさにその裏でエディタの中で実際に働いていた AI が丸ごと別の実装に置き換わる予定になってたの。待って、エディタの中で働いてた AI が丸ごと別物に？ウィンドサーフにはカスケードっていう内蔵の AI エージェントがいたの。コードを読んで直して動かしてくれる相棒。それがウィンドサーフの目玉でしょ。それがどうなったの？2026年7月1日でサポート終了の予定とされていて、デビンローカルっていう別のエージェントに置き換わる見込みだったの。それ普通に消えとるやん。何も削除されへんって言うてたやんか。ちなみにデビンローカルは動作が速くて壊れにくいラストっていう言語で書き直されてるの。わざわざ言語ごと変えるんだ。そこまでするの？そう。ただね、公式が嘘をついたわけでもないの。見てる層が違うだけ。設定も拡張機能もキーバインドもそこは本当にそのまま。でもエディタって昔から見える層と裏で実際に動くエンジンを分けて作られてきたの。会社が変わるとまず入れ替わるのは裏側なんだよ。家で例えたら内装も家具もそのままで水道の配管だけ全部やり替えたみたいな話か。その例えすごくいいと思う。住んでる感じは同じ。でも変わったのはその家の心臓にあたるところなの。そう考えると何も削除されないって言い方はずるいような、正しいような。だからこそ会社が出す説明はどの層の話をしてるのかを見るの。これ他のサービスの発表を読むときにも使えるよ。確かに使い勝手は変わりませんって書いてあっても中身の話はしてないことあるもんね。そう。あとその予定の日はもう過ぎてるんだけど、実際に置く変わったかは公式で確認できてないの。ここも決めつけないでおくね。でもさ、なんでそこまでしてエージェントを自分たちのものに入れ替えたかったの？コグニションの狙いがデビンという自立エージェントを人が毎日開くエディタの中に住まわせることだったから。エディタが玄関でその奥にエージェントが住んでる感じか。しかも CEO のスコット・ウーはデビンにもウィンドサーフ側にも投資を続けるって言ってるの。そんな両方にお金かけて体力持つのを？そこが今回一番効いてる。2025年3月の時点で会社の評価額はおよそ40億ドルだったの。40億ドル。買収した時より前の話だよね。そう。それが2025年9月8日の発表では4億ドルの調達で評価額が102億ドルになってるの。40億から102億？半年で2倍以上やん。なあ、それって誰が儲かるん？しかも買収のおよそ2ヶ月後、市場はこの統合の方向にかけたってことなの。つまりお金の出し手もエディタにエージェントを埋め込む方向が正しいって思ってるのか。少なくともそこにお金は集まってる。ここまでして自分たちのエージェントを入れたのはそれが勝負どころだと見てるからなの。勝負どころって要するに AI の賢さでしょう。どのエディタが一番いいコード書くか。そう思うよね。でも今その勝負はもうそこでは起きてないの。同じ VS コードを土台にした3つの製品が全く違う方向に進んでる。そこを見ると勝負どころの正体がわかるの。3つの製品ってどれとどれ？カーソル、今回のデビンデスクトップ、それに Google のアンティグラビティ。2026年1月の時点で3つとも同じ VS コードを土台にしてるの。全部同じ土台なの？それ中身も似たようなものになっちゃわない？そこには理由があると思ってるの。開発ツールってみんなが積み上げてきた拡張機能と
指が覚えたキー操作を捨てられないんだよ。どんなに賢い新しいエディタが出ても乗り換えの壁はそこだった。だから今の世代は最初から同じ土台に乗ってると私は見てるの。なるほど。刑事は同じで、中に置く遊び道具で差がつくみたいな話だね。その通り。しかもその上の差はどっちが賢いコードを書くかじゃないの。そこじゃないの？じゃあなんで差がつくの？どこまで AI に任せるか、どういう手順で進めるか、そして人がどれだけ手綱を握れるか、差はそこに映ってるの。具体的にはどう違うのを3つそれぞれ。まずカーソルは速さと画面の洗練を重視してる。とにかく気持ちよく手が動く方へ倒してるの。あ、これさっきの指が覚えたキー操作の話とつながるやん。急ぎの修正に強いんやな。そう。次にウィンドサーフ。今のデビンデスクトップは実際に動かした時の振る舞いの方へ寄ってるの。これ僕も身に覚えあるな。書いたコードより動かしてみて初めてわかることの方が多いもん。最後にアンティグラビティは計画そのものを成果物として出して途中の過程を見せることを優先してるの。これを知ると AI に任せた作業の説明を求められる場面がちょっと違って見えてくるね。そこに気づけたならもう選べるよ。自分がどの場面で困ってるかがそのまま選ぶ基準になるの。ほな結局どれが一番強いんや。点数で出てへんの？そこはね、正直に言うね。今回の調査では3つを並べたベンチマークの数字は確認できなかったの。ネットだといろんな点数が出回ってる気がするけど。出回ってるの。でもそのうちのいくつかは裏を取ろうとすると崩れた。だからこの動画では数字を出さないでおくね。値段は毎月いくらかは知りたいよ。そこも同じ。2026年時点の各社の細かい料金は公式で裏が取れなかったの。数字は自分で公式を見るのが確実。わからないことはわからないって言ってくれるの逆に助かるね。こういう分野は動きが早いから去年の数字がそのまま残ってることも多いの。日付を見る癖をつけるといいよ。でもさ、点数がないなら僕らは何を見て選べばいいの？どこまで任せたいか、それが今の選び方なの。全部お願いしたいのか、手順を見せてほしいのか、自分で走らせながら直したいのか。あ、それ最初の話に戻ってるやん。エージェントマネージャーを内蔵したフル ID ってやつ。つながったね。あの言い方はどこまで任せるかの答えを製品の名前で宣言したようなものなの。名前が変わった話がそこまで行き着くとは思わなかったな。今日の確定してることをもう一度まとめるね。2026年6月2日にウィンドサーフがデビンデスクトップになって設定も価格もそのまま引き継がれた。その前に2025年7月14日の買収があって経営陣は Google へ移ってた。ここまでは公式と大手報道で確認できてる。逆に確認できてないのは買収額の正式な条件、3製品のベンチマーク、それに2026年の細かい料金。ここは断定しないでおくね。この年表後で絶対また見たなるやつや。保存しとこ。この分野は解明も買収も続報が多いから並べたものを持っておくと後で聞くよ。でも今日一番残ったのは名前の話じゃなかったってことだな。エディタにエージェントを住まわせる方向へ業界ごと寄っていってる。使う側はどこまで任せるかを決める側に回ったの。任せる側になるのちょっと怖くない？僕全部お願いしちゃいそう。そこはまだみんな正解を出せてないところなの。全部任せる人も手順だけ見たい人もいる。僕は動かしてから直したい派かな。みんなはどっち？コメントで教えてほしいな。どこまで任せてるか聞いてみたいね。この手の話はコメントが伸びると次に何を調べるかの手がかりになるの。そういえば飼い主も新しいエディタ出るたびにのリタイトルで設定やり直して結局戻ってきとるけど。指が覚えたキー操作捨てられなかったんだね。今日の話そのままだよ。人のこと言えないね。僕らも。実はこのどこまで任せるかって話、開発ツールの料金の仕組みそのものを変えつつあるの。使った分だけ請求される方向にね。それはまた別の動画で。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。